皆さん、こんにちは。今日もさやジャパニーズポッドキャストを見てくれてありがとうございます。今日はまた私のおばあちゃんが来てくれています。参加してくれてありがと皆さん、こんにちは。お久しぶりです。う。はい。前回は、1900年代に、女性として生きることっていうトピックで、いろんなことを話してくれたんですけれども、今回は、最近イランとか、ウクライナとかいろんなところで悲しい戦争が起こっているっていうのもあって、おばあちゃんの戦争中とか後の生活の話をしてもらうことにしました。話してくれてありがとはーい。う。じゃあまず何年に生まれて、何年にどこに生まれて、どんな家族構成だった？私は1941年4月の生まれです。兵庫県尼崎市っていうところで、生まれたのは神戸かどうかだったんですけど、育ったのは尼崎です。で、家族構成は父と母と、で、兄弟が私も含めて6人。兄が1人に、あと全部女性です。1941年生まれってことは、戦争が終わった時は4歳だったってことね。そうそうそう。なんか東京大空襲とかさ、広島原爆とかはよく聞くけど、その兵庫とか神戸の方も空襲とか、その市民への被害があったの？あったんですよ。大阪の空襲っていうのも、私も最近ちょっと見てみたんだけど、1回かなと思ったらそうじゃなくて何回もあるのね。尼崎っていうのはもう大阪と直接こう結びついてるというか、すぐ隣なので、大阪大空襲の時には尼崎もひどくやられたん。しかも尼崎は工業都市だったから、いろんなその、標的にされるようなものがいっぱいあったから、多分空襲にやられたんだと思う。ただ私がそういう逃げ回ったっていう記憶があるのは、1回だけなんだけども、おそらく空襲はたびたびあったんじゃないかなと思う。具体的にどういう記憶なの？その田んぼを走ってたの？そうそう。多分ね、私も全然その音は覚えてないんだけれども、空襲警報っていうのが鳴るっていうのは、戦争中の常識ですよね。で、多分それが鳴ったから怖くて、近所の子と一緒に押し入れに隠れてたらしいのね。で、その時の空襲はちょっと異常みたいだったので、きっと親たちが、どこに行ったどこに行ったって探し回ったらしくて、それでやっと押し入れの中で、多分震えてたんだと思うけど、探し出して、それでその時は多分、もうすでに焼夷弾っていうのが、上からどんどん落ちてきて、もう家が焼け始めてたんじゃないかなと思うの。焼夷弾っていうのはちっちゃい爆弾みたいなやつ？なんかね、火災を起こすための、爆弾らしいのね。じゃあ、家とかをどんどん火事にして、もう街を機能させないようにするっていう。それがアメリカ軍の、狙いだったらしくて、日本は木造家屋が多いから、だからその焼夷弾っていうのは、こうなんかよく、爆弾って土にめり込んでバーンとこう爆発するって、そういうものじゃなくて、木造の建物が燃やすために作られた爆弾らしいのね。だからそれが、いっぱい落ちてきて、もうこれはダメだっていうんで、私は全く記憶にはないんですけど、誰か、兄弟じゃない近所のお姉さんが、その頃、うちはまだ
戦争の前まではちょっとだけ豊かだったので、お手伝いさんがいたのね。だからそのお手伝いさんの関係の人かなんかわかんないけど、誰かにおんぶされて、それで近所に田んぼがたくさんあったので、その田んぼの中をおんぶされて走ったって、その記憶しか残ってないのね。で、その時にその焼夷弾が落ちて、ブスって言って、田んぼの中に、あの、埋め埋め込まれるというか、埋まるというか。だから、やっぱりその火災を目的としてるから、こう水の中に、ただの水だったらあれだけど、泥だから、泥の中にめり込んだら、不発になってしまうのかもしれないね。なんかその逃げながらブスってこう落ちていったのが、なんか記憶にあるような気がする。ただその記憶が自分の記憶なのか、いろんな人から話を聞いたり、本を読んだりした記憶なのか、ちょっとはっきりしないんだけど、その記憶ぐらいしかなくて、それでもう家が丸々全部焼けてしまって。ほんで、お兄ちゃんはさ、徴兵制とかで連れてかれなかったの？まだその時はね、学生だった。高校生ぐらいかな。お父さんは？父はね、私もよくわかんないんだけども、聞いた時に、要するに飛行機の一番心臓部にあたる精密機器っていうね、そういうのをこう作る仕事をしていて、だから戦前は結構生活もちょっと豊かだったんだと思うけど、それがもう一瞬のうちに何もかも焼けてしまって、お金がね、それが会社を経営してるぐらいだから結構貯金もあったと思うんだけど、それがなんかね、その頃はみんなそうだったんだけど、銀行に行ったらほとんどゼロだったらしいのね。どういうこと？そういう。抜かれてたの？抜かれてたの？じゃなくて、もう日本のお金の価値がなくなってたわけ。だからよく近所の人にもね、うちの父親は仕事はね、すごくできる人だったけど、もっと土地を買っとけば、財産があったんだから土地を買っとけば、そんなに苦労しなかったのに、なるほどね。お金で持ってたからみんなパーになっちゃったって。なんかそういうこと言われてたね。へえ。じゃあ、戦後のその生活っておまま貧乏だったっていうけど、例えばどんな風に貧乏だったの？そう、だからもうね、父親の仕事が、そういう、戦争中は飛行機をいっぱい作んなきゃいけないわけだから、すごく人をたくさん雇って、そういう精密機器ってね、いっぱい作ってたわけよね。ところが、戦争に負けてからは、それは民間の飛行機とかは作るだろうけれども、まず需要がなくなってるのね、父親の仕事に対しての需要が。だから、まず仕事がなくなって、だから収入がなくなった。それで2人目の姉が、なんか、どっかの工場に働きに行ったりとか。だから、私なんかその広島とか長崎とかの、原爆の経験をした人から見たらほんとになんか、田んぼの中をね、自分が走ったわけじゃなくて、おんぶされて走ったぐらいしか記憶にないっていうのは、ほんとになんか申し訳ないぐらい、ありがたいことだったかもしれないけど、ただ、家がもう何もかも焼けて、ほんとにお金もなくなって、多分最初のうちは借金なんかしながら何度か、生活してきたんじゃないかなと思うけど、父親の仕事がそれで、細々と続いてはいたんだけども、決して昔みたいに裕福にはならなかったのね。で、しかも、私がちょうど大学に行くかどうかっていう時に、結核になっちゃった、父親が。それで入院してたの。で、私はこれも余談だけどね、
あの、大学に受かったんだけども、父親が入院してるから、もうそれを諦めて働きなさいっていうことになったの。うん。で、しょうがないから丸紅って有名な商社があるでしょ。そこをなんか学校の掲示板に書いてあったから、私そこに行ったのね。うん。で、もうすぐその場で採用しますから、4月1日から来てくださいって言われたの。うん。で、私はその時「はい」って言ったの。ところが帰ってきて、せっかく大学受かったのにね、もったいないなと思って、で、その時家族会議をして、うん。まあ、父親がね、こんなことだから、もう悪いけど諦めてって言われたのね。うん。ほんで、「うん、分かった」って言って、だけど悲しいなと思って、2階に行ってうん。泣いてたらしいのね。そしたら、姉が来て、あの、私がね、泣いてるよってみんなに言って、そんなにね、大学行きたいんだったら、なんとかして行かしてやればいいじゃないっていうことになって、兄弟たちが少しずつお金を出してね。で、そういうことでなんとか私は大学に家族でただ一人だけどへえ。行かしてもらって、ちょっとそのために仕事も、ちゃんとできたから、今ね、こうやって、あの、あんまり老後のこと心配しないで生きていけるから、ほんとにあの時に泣いてよかったなと。ねえ。親に、ギャーギャー言われて、無理やり大学に行ったとか言ってる全私がくそういうんじ恥ずかゃないのね。しくなりますわ。そういう人が羨ましいよ。ほんとだね。日本人ってさ、その戦争に負けたっていう感じあった？例えば成長した後にさ、日本はアメリカに負けたからみたいな感じで言われていたのか、それともすぐに戦争しちゃいけなかったのにしちゃったんだよっていう反省を教えられたのかさ。私はね、その頃の、小説とか、うん。ドキュメンタリーとかそういうものを、結構読んだんだけど、それを読んだ限りではやっぱり知識人というか、あの、いろんなものをちゃんと考える人たちは、あの戦争をやるべきではなかったとか、うん。で、政府はやるべきじゃないと思っていたのに、関東軍って言ってね、軍隊がすごい権力持ってて、その軍隊に、もう言いなりにされたんだっていう風にすごく、あの、言ってたらしいのね。うん。それとか、やっぱり一般の人たちがやっとこれで自由になれるって、その夜だって、こう電灯に幕をつけて暗くして、あの家に人がいるっていうのが分かんないようにするとか、いろんな苦労があったわけよね。うん。そういうのがなくなって自由になったっていうのと、やっぱりものすごく苦労させられたから、戦争は絶対しちゃいけないとか、その戦争直後はものすごく、直後からしばらくの間、ごく最近までは、日本は絶対にもう二度と戦争しちゃいけないんだっていうあれはすごく強かったと思う。でも、やっぱり北朝鮮があんなこといろいろやったり、ロシアがどうのこうのっていうようになってから、やっぱり日本も戦わなきゃいけないんじゃないかということで、いきなり9条のね、うん。もう改憲し憲法改正した方がいいんじゃないかっていうような主張が私、最近急に起こってきたような気がする。うん。多分今も戦争しようっていう人たちはいないけど、あんまり。でも戦争は絶対ダメっていう日本人ならこう思うっていう感覚がだんだん薄れてきているというん、うか、全員がそう思っているようではないうん、ようになって思う。るよね。というのが結局あの戦争ですごく苦労した人たちというのは、もうほとんど亡くなっちゃってる。うん。で、だから、戦後の闇市とかって田舎の方にお米を買いに行くんだけど、うん。お米はなかなか手に入れられなくて、さつまいもとかかぼちゃとかそういうものをね、やっとこさ買ってきたっていう。
そういう、そしてね、なんか、もう一生懸命重いのを頑張って持ってきたら、うん。どっかの駅に警察がバーッと来て、取り締まりをするらしいのね。うん。ほんでせっかく買ったさつまいとかそういうのみんな取り上げられるんだって。闇市だから？闇だからね、へそういう、え。なんかそういう話を聞くとほんとに、庶民の現状を知らないで、そういうことがやられてたんだなと思う。うん。多分あれだろうね、今も語り部ってさ、うん。だんだんそのそうそうそ当事者は減ってるかう。うら、ん。継承者がうさ、語ん。り部になってるけど、やっぱりうん。自分で例えばお父さんが死んじゃったとかさ、家族うん。が亡くなったとか、うん。空襲の中に逃げ回ったとか、自分うん。で体験してないと、うん。やっぱりその、そどれだけひどいかってう。ういうのはん。うさ、ん。ほんとには分かんないよね、実うん。感できない。うん。だからね、9条改正書とかね、うん。なんかそういう風に今きな臭い状況になってるけど、そういう人たちっていうのは、やっぱりなんか戦争ってさ、やっても、自分たちは勝つんだと思ってるんじゃないかなと思うのね。私たうん。ちみたいに苦労した人は、戦争イコール敗戦というか、戦争したら負けちゃうんだっていう風に思ってるけど、戦争しても日本は勝つんじゃないかって思って、自分の国に対して過信してんじゃないかなと思う。うん。でも、だからまあ、そんなに戦争したかったら一回やればっていうようなうん。気もしてるけど、その戦争がいかに悲惨なものか、たとえ勝ってたにしても、やっぱりある程度はやられるわけでしょ。まあ、アメリカみたいにあんなにあの、離れてるからかなんか知らないけど、あんまりアメリカ本土はやられないよね。うん。だから、のほほんとしてるけど、あんな風にはいかないと思うよ、日本みたいな小さな国はね。しかうん。も北朝鮮なんか目と鼻の先だしね。うん。ま、もし自分たちが責められるとしても、こう自分には影響がないと思ってるそう人も多いだそうそろうね。その、いざとなったらう。う疎開ん。しうて、ん。で、徴兵制もなんか何かしらの方法で免れうてん。って思ってるから、うん。戦争って聞いた時にそのどんな影響があるのか実感がないんじゃなうい？ん。うん。そうだと思うよ。だから、これからの若い人たちにほんとに言いたいなと思うけど、まあ、今みたいな状況がこれからどんどん進んでいったとしたら、韓国みたいに若い時の2年間は兵役に服さなくちゃいけないという、そういう法律がそのうち何年か経ったらできてきて、そういう風になって初めてみんなちょっと慌てるんじゃないかなってうん。気がする。で、私思うんだけど、私もそうなんだけども、あの、日本の歴史の学習ってさ、大正とか昭和とかになって、その頃に、日本はロシアと戦争したり、中国と戦争したりとかって、もうほとんど戦争ばっかりして、で、その時に中国の人たちに大変申し訳ないこといっぱいしてるのに、うん。その辺のことをね、教科書で私たちは習わなかった。う今はどうーん。なんでしょうね。今はあるけど、うん。でも、例えば、最近になって私は、あ、中国にそんなひどいことしたんだっていうのを、歴史の教科書を見てじゃなくて、自分で調うんうべて分かった。んうんうん。その歴史の教科書では、なんか、日中戦争しました、満州国建国しました、うん。みたいなさ、すごい端的なうん、書き方されてるうん、うのね。ん、だから私日本は勝手に中国に行うって、ん、勝手に中国で国を建てましうたとか、ん、それを誰かに うん、伝えたら、うん。「え、そんな勝手に国建てたりしたの？中国に」って言われて、だから日本人もそういうのを知らないうで、ん、で、今すごい中国人のこと嫌いっていう人いうん、るじゃん、うん、中国とかね。うん。なんか、それは、違ううん。よね。って思っちゃった。だからね、その辺のことをね、うん。日本は上手にね、国民に隠してきたと思うの。うん。
で、私たちはその日清戦争とか日露戦争とかっていうのも習わなかったような気がするのね、自分の子供の頃は。私自身も戦争中の話を本で読み始めて、なんで日本はね、そんな東南アジアのいろんな国で戦ったんだろうと思って私分かんなかったの。うん。全くそういうの教えられてなかったから、うん。私みたいに一応大学を出ても、そんなことがよく分かんなかったっていうことは、なんか、そういうことを教えようというあれが、日本政府になかったんじゃないかなって気がする。私もさ、ついこの間ね、日本とアメリカの関係の歴史っていうポッドキャストを作るために作ったんだけど、そのためにすごいたくさん勉強したのね。で、それでそういうさ、戦争の話とかも調べて出てきたんだけど、それとかさ、最近フェミニズムの歴史とかさ、この前見せたやつ、あとは日本の選挙の時にどの党が何をしているかみたいな、そういうのもね、ポッドキャストを作るにあたって最近たくさん調べてニュースも見てるんだけど、それをやってて、こんなにも知らなかったのかと思ってね。私も大学行ってさ、大学で歴史専攻してさ、なのにこんなに知らなくて、でも私の友達たちとかも一切知らないから、それを一切知らないで、投票したりしてなかったり、のほほんと生きて、全然日本の政治に興味がないっていうのは、すごい危ないけど、ちょっと違うよね。でもなんか日本がそういう風な教育、その大学名さえ良ければいい教育制度をやってるから、なんか本当に自分で学んだり、知識を得たりする人はいないのかなって、それがね、だんだん戦争する方向に行っちゃうような政治になったりするからね。だからみんなね、のほほんと生きてると思う、私は。日本の歴史だってさ、もし中国に対してそういうことをしたとかっていうのを習っていれば、私は絶対覚えてると思うんだけど、全然そういうのを知らなかった。だから最近になってやっとそういう本をね、読むようになって、日本がいかにね、残酷なことを中国に対してしたかということと、で、平安時代とかそういう昔はいかに中国からいろんなことを教わったかっていうことを考えると、今の権中っていうの、そういう人たちが中国のことをバカにしてるけど、なんでバカにすんのかなと私には不思議でしょうがない。だってお世話になって、漢字だってそうでしょ？中国があったから日本は、漢字をこう取り入れて、そこからひらがなのカタカナなの作ってきたんだし、だからほんとに正しい歴史を知るということは、それをちゃんと教えるということはいかに大事かということから考えると、教科書っていうのものすごく大事だよね。あったことはあったことだとしてね、教えなきゃいけないんじゃないかなと私は思いますね。あとはメディアもだよね。例えば、私はいつもテレビのニュースをね、見てるんだけど、あるチャンネルはね、例えばアメリカ兵がそのイラン戦争でね、アメリカ兵が4人死んだことを5分ぐらいかけてわーって言った最後に10秒間で、イランでは1000人が死にましたみたいなことを言ってるから、で、それでチャンネル変えたらね、ちゃんとイランの被害の話してたから、そっちに移ったんだけど、それで気になって友達とこの前、日本の、表現の自由だか言論の自由の世界ランキング調べたら、世界で何位だったかな、66位とかなんかそんな感じなんだけど、それは、その下は全部第三世界のその発展途上国なのね。だから発展国の中では最下位なのね。だからそれも日本のメディアって NHK 以外はさ、大手の会社と結びついて、そのお金のためにやったり、国のなんか権力のある人と結びついてるから、そこもなんかね、お金のためじゃないところが頑張ってほしいよね。じゃあ、今日はいろんなお話をしてくれてありがとう。はい。
皆さん、まあ、これを見てる人たち、私の希望ですけれども、なるべく、ニュースっていうのをね、どっからでもいいんですけども、新聞からもテレビからも、それからこういう、パソコンというかスマホなんかからも、いろいろ聞いたり読んだりして、あとは自分で判断してもらいたいなと思う。何々がちょっと、間違ったことをね、言ってるからっていうんで、何々だけしか見ないっていうことは絶対やめてほしいなと思います。そうだこれかね。らも日本が平和に暮らせますように祈ってます。ありがとう。ありが皆さん最後までとう。聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!